こんにちは、ソニック研究員の KT です。今回は2022年に発売して世界中で大ヒットしたソニックゲーム、ソニックフロンティアに登場する弱すぎたボスたちをご紹介します。このソニックフロンティアは他のソニックゲームと違って戦闘にかなりの力を入れている作品です。そのためゲーム中に登場するボスたちも非常に個性的で、バトルを盛り上げてくれるような演出もたくさん施されてるんですね。実際にゲームを遊んだ方はもちろんこの最高に楽しいバトルを体験されたかと思いますし、まだ遊んでいないという方の中にも CM やトレーラーなどで映像を見て戦闘すごいかっこいいなと思った方いらっしゃるんじゃないでしょうか。このようにすごくスタイリッシュな戦闘ができるため、いろいろなボスとの戦闘は今作の大きな魅力の一つなんですが、一方で今作のボスたちには強さにかなりばらつきがあるんです。例えば見た目はすごく強そうなのに、戦ってみるとあれ意外と大したことないなと思ってしまうようなキャラクターも何体かいるんですね。ということでこの動画ではソニックフロンティアに登場した見た目に反して弱いボスを5体ランキング形式でご紹介したいと思います。本当に見かけ倒しにも程があるボスばかりなので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。なおこの動画ではゲーム中で守護神と呼ばれる中ボスと巨神と呼ばれる大ボスの中から、私ケイティが独断と偏見で弱かったボスを選出していますので、その点だけご了承ください。それでは早速始めていきましょう。第5位はスクイード。平べったい2本の腕と後ろから伸びた平たい尻尾が特徴です。発売前のトレーラーにも登場していたので、このボス見たことあると思った方も多いんじゃないでしょうか。このスクイードは今作の第1エリアのクロノス島と中盤エリアのカオス島に登場します。島を眺めているとふわふわ浮いている巨大な物体が目につきますよね。あれがスクイードです。そんなスクイードが最弱たるゆえんは、その単調すぎる攻撃パターンにあります。スクイードとの戦闘では、まずスクイードの後ろから伸びている平べったい尻尾のような部位に飛び乗り、ブーストを使ってスクイード本体を追いかけます。そして本体に追いついて攻撃を加えると足場が出現し、通常の戦闘がスタートするという流れになるんですが、その中でスクイードが放ってくる攻撃がどれも非常にシンプルなんです。スクイードの主な攻撃は、前半の追跡パートで火の玉を放ってくる攻撃と、後半の通常戦闘パートで繰り出してくる突き刺し攻撃。まず追跡パートの火の玉を放ってくる攻撃についてですが、ここでは尻尾の色々な位置に攻撃が放たれるので、プレイヤーはソニックの走る位置を変えて攻撃を回避することになります。ただこの追跡パートでは視点がひっきりなしに切り替わるので、今自分がどこを走っているのか、どこに火の玉が放たれたかを確認するのが結構難しい。そのため最初は少し苦戦するかもしれないんですが、よく見るとそんなに複雑な打ち方はしていないので、慣れてしまえば簡単に避けられるようになります。そして2つ目の突き刺し攻撃なんですが、これは文字通り大きな2本の腕をソニックに向かって突き出してきます。ただこれも非常に単調な攻撃で、スクイードが振りかぶったタイミングで距離を取るか、パリーという敵の攻撃を弾くアクションを発動すれば簡単に対処することができます。振りかぶってから攻撃するまでの間も非常に遅いので、特に急がなくても余裕で対処できてしまいますね。このようにスクイードの放ってくる攻撃はどれも非常に単純なので、初見でも対処しやすい。そのためまだソニックの操作に慣れていない時に遭遇したとしても、比較的簡単に倒せてしまうんです。なんならこのスクイード戦で最も苦労するのは、最初にスクイードの尻尾に乗るところかもしれないですね。ここうまく乗れなくて何度もやり直したという方いらっしゃるんじゃないでしょうか。あと、戦ってる最中に落ちちゃうこともありますよね。僕も最初にやった時足場から落ちちゃったんですけど、もう一度乗るのがあまりに面倒だったので、そのままスルーしちゃいました。戦闘自体は全然大したことないんですが、それ以外の面では何かと面倒だったりするのもこのスクイードの特徴です。なおこのスクイードは珍しくムービー中にも登場したボスなんですが、その中でスクイードはナイトという大ボスの攻撃の流れ弾に当たってやられてしまうという非常に損な役回りをさせられています。これは荒れましたよね。このように公式からギャグ要因にされてしまったボスでもあるので、ますます弱いという印象が強いです。ということで、ソニックフロンティア最弱ボス第5位は、公式からもいじられてしまった不憫なボス、スクイードでした。第4位は、スパイダー。赤い体を持った雲のような守護神です。どこか別ゲーでも見たことあるような見た目ですが、きっと気のせいです。このスパイダーは、ソニックフロンティアの中盤に訪れるカオス島というフィールドに登場します。普通にその辺に突っ立っているので、簡単に見つけることができますね。そんなスパイダーなんですが、どうでしょう皆さん。見た目すごい強そうじゃないですか？その真っ赤でトゲトゲしい体も相まって非常に威圧感がありますよね。加えてゲームの中盤に登場するボスなので、最初に見た時はうわ強そうだなと思ったんですが、実際戦ってみると正直全然です。というのもこのスパイダー戦に関しては、こちらがダメージを受けることがほぼないんですね。スパイダーの攻撃は4本の足でソニックを踏みつけてくるというものなんですが、足がどこに来るかが非常に分かりやすいので当たることはほぼないです。しかもスパイダーはこれ以外の攻撃をしてこないんですね。
普通こんな雲みたいな見た目をしていたら、糸を吐く攻撃とかしてきそうじゃないですか。でもこのスパイダーはそういった雲らしい攻撃は一切してこなくて、ただひたすらにソニックを踏もうと頑張ってるだけなんです。ただ倒し方には少し癖があって、このスパイダーは通常時は硬い装甲をまとっているので、攻撃しても弾かれてしまいます。ではどうするのかというと、まずはスパイダーの足をサイループで囲みましょう。するとこのように足の先端にある爪を破壊できるので、同じようにして4本の足すべての爪を破壊します。その後再びスパイダー本体を攻撃すると、ソニックが投げ飛ばされて空から落下するダイビングパートに移行。空中にはレーザーの輪がいくつも設置されているので、ソニックをうまく操作して輪をくぐりましょう。ソニックが輪をくぐるとレーザーがスパイダーめがけて攻撃を放ち、これを何回か繰り返すことでスパイダーの装甲を破壊することができます。そして装甲が壊れたスパイダーは通常攻撃が通るようになっているので、この状態で地上に降り立ったらもうこっちのもんです。得意のアクションを駆使して一気に畳みかけましょう。この攻略方法がちょっと分かりづらいので、ダメージの与え方が分からなくて苦戦してしまったという方はいらっしゃるかもしれないですね。爪が光っているのでゲーム慣れしている人なんかは囲ったら何か起こるかもという思考になれたかもしれませんが、アクションゲームをあまりやったことがないという方の中には、なかなか攻略法に気づけず苦労したという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。ただ装甲が壊れた直後のスパイダーは体勢を崩していてしばらく反撃してこないので、ここまで持ってくることができればこちらが一方的に殴ることができます。加えてスパイダーはライフも少ないので、よほど大きなミスをしない限りは装甲さえ壊してしまえば秒殺ですね。このようにこのスパイダーはダメージを与えるまでが少しめんどくさいものの、攻撃手段が乏しい上にダメージを与えられるようになったら秒殺できるので、その真っ赤でトゲトゲしい攻撃的な見た目の割にはさほど苦労しないボスになっています。攻略法さえ分かってしまえばもう作業でいきますね。なお足をサイループで囲むのが難しかったという方もいるかと思いますが、そういった方はぜひスキルツリーでクイックサイループを開放してみてください。クイックサイループは自動で対象を囲ってくれるので、踏みつけ攻撃を食らうことなく安定して爪を破壊することができます。本当に面白いくらいスムーズに倒せるようになるので、足を囲むのがうまくいかないんだよなと思っている方はぜひこのクイックサイループをお試しあれ。ということで、ソニックフロンティア最弱ボス第4位は、倒し方さえ分かれば瞬殺、スパイダーでした。ソニックフロンティア最弱ボス第3位はギガント。これまで紹介してきたのはゲーム中で守護神と呼ばれる中ボスたちでしたが、こちらのギガントは巨神と呼ばれる大ボスです。この山をも超える巨体が非常に印象的ですよね。CM などにも登場していたので、今作をプレイしていない人の中にも見たことあるという方いらっしゃるかと思います。このギガントは今作の最初のエリア、クロノス島に登場する大ボスで、ソニックが初めて戦う巨神です。最初は手回しも出なかったソニックですが、その後クロノス島でカオスエメラルドを集めて回り、スーパーソニックに変身。そしてギガントにリベンジマッチを挑むんですよね。このソニックがスーパーソニックに変身して、そのままギガントとの戦闘に入っていく流れは、今作をプレイした人であったら、間違いなくテンションマックスになったシーンなんじゃないでしょうか。まず BGM が素晴らしすぎるので、これだけでも鳥肌ものですよね。加えて戦闘も通常時よりはるかにスタイリッシュになっていて、めちゃくちゃ楽しい。これまでのソニックゲームと比べても格段に進化しているので、今作で初めてソニックに触れましたという人も、もともとソニックが好きでしたという人も、全員が満足するような神戦闘になっていたかと思います。ただ、純粋な強さだけで見てみると、やはり最初の大ボスということもあって、このギガントの強さは正直大したことないです。ギガントとの戦闘は至ってシンプルで、ギガントの HP をゼロにするまでひたすら攻撃を加え続けます。4位のスパイダーのようにある条件を満たさないとダメージが与えられないといったこともないので、倒し方で迷うことはまずないですね。そしてギガントの攻撃はというと、このように大きく拳を振りかぶった後にソニックを殴り飛ばしてくるというもの。これかなり遠くまで吹き飛ばされるんですよね。スーパーソニック状態だと攻撃を受けてもダメージは食らわないんですが、一方で時間ともに所持しているリングが減っていき、リングがゼロになるとミスになってしまいます。そのためなるべく早く敵の HP を削る必要があるので、このように遠くまで吹き飛ばされてしまうというのは地味に厄介です。リングが少ない時にやられるとかなり焦りますよね。ソニックはダメージを食らえませんが、プレイヤーのメンタルにはかなりのダメージがあります。ですがさっきも言ったように、この攻撃をしてくる際はギガントがかなり大きく振りかぶるので、対処する時間はいくらでもあります。おすすめなのは、ギガントが振りかぶったタイミングでパリーを発動し、ギガントの攻撃を弾き返すという対処法です。こうするとギガントの攻撃を弾いた後にカウンター攻撃を入れることができて、ギガントに大ダメージを与えることができます。またカウンター攻撃の演出も非常にかっこいいので、ぜひ積極的に狙っていきたいところ。ギガントが振りかぶるモーションは絶対に見逃さないようにしましょう。ちなみに体力が減って第2形態になると多少攻撃パターンが増えるんですが、それらも全て攻撃前のモーションが大きいので、パリーを発動する暇は十分あります。
またこのギガントは攻撃の頻度も少なめなので、初心者の方であっても落ち着いて戦闘に臨めたんじゃないでしょうか。ほんとただ突っ立ってるだけみたいな時間が割とあるんですよね。最初の大ボスなので難易度は低めに設定されているんでしょうが、にしても無防備すぎるだろうと思います。このようにギガントは何もしていない時間が長くてダメージを与えやすい上に、たまにやってくる攻撃もほぼ確実に跳ね返せるので、強さだけで見たら正直全然だと思いますね。その分スーパーソニックのかっこいいアクションを存分に堪能することができるので、最初の大ボスとしてはむしろ最適なレベルなのかもしれないですが。ということで最弱ボス第3位は、あまりに無防備な大ボス、ギガントでした。最弱ボス第2位は、忍者。非常にスリムでスタイリッシュな見た目が特徴です。このボスも CM やトレーラーによく出てくるので、見たことある方も多いかと思います。この忍者というボスは、ソニックフロンティアで一番最初に戦う守護神です。クロノス島に降り立ったソニックがはぐれた仲間を探していると、急に目の前に忍者が現れ、ソニックに襲いかかってくるんですね。これ思ったより序盤に出てくるので、今作を遊んだ人、ちょっとびっくりしませんでした？開始10分ぐらいで出てきましたよね。僕もこの忍者はプレイ前から知っていたので、初見の時は、もう出てくるんだと思って結構驚きました。そんな忍者なんですが、やっぱりゲームで一番最初に戦うボスなだけあって、かなり弱いです。忍者は主に鋭く尖った腕を振り回して攻撃してきます。攻撃パターンは複数あって、一撃で終わる時もあれば、何度も切りかかってくる時もあるんですが、いずれの攻撃もためがかなり大きいので、忍者が腕を振りかぶったらすぐに距離を取れば当たることはありません。また忍者が攻撃していない時は基本的に殴り放題なので、ゲームを始めたばかりでまだ操作慣れていない状態であっても、ほとんど苦戦しないんじゃないかと思います。忍者が歩いている時になるべく多く攻撃して、腕を振りかぶったらすぐ離れるというのが基本戦法です。攻撃していない時は非常にのんびり歩いているので、ダメージを与えるタイミングはいくらでもありますね。また体力も今作で一番と言っていいくらい少ないので、今作で初めてソニックを遊んだという人も、ここではあまり苦戦しなかったんじゃないでしょうか。ちなみにこのようにヒットアンダーウェイ戦法で戦ってもいいんですが、実はもっともっと簡単に忍者を倒す方法もあります。その方法とは、忍者が攻撃してきた時に距離を取るのではなく、パリーを使って攻撃を弾くというもの。このようにすると、一定時間忍者がスローモーションになるので、こちらが攻撃し放題という状況になります。このスローモーションの持続時間意外と長いんですよね。そのためこのパリーをうまく使うことができれば、文字通り忍者を秒殺することも難しくないです。ほんと10秒くらいで倒しちゃった時もありますね。初見で戦った際はまだパリーの存在を知らない人がほとんどだったと思いますが、今度また忍者と戦う機会があったら、ぜひ試してみてください。このようにこの忍者というボスは、攻撃してくるタイミングがわかりやすい。体力が非常に少ない。さらには攻撃をうまく弾き返せば、ほんの数十秒で倒せてしまうといった感じで、全てのステータスが低めに設定されているので、間違いなくソニックフロンティアで最も弱いボスの一人だと思います。逆にゲーム開始10分でめちゃくちゃ強いボスが出てきても困っちゃいますけどね。ある意味弱くなるべくしてなったボスとも言えるかもしれないです。ということで、最弱ボス第2位は、全ステータスが軒並み低い、忍者でした。さあ次はいよいよ、ソニックフロンティア最弱ボス第1位の発表です。並みいる弱者たちを抑えて最弱の座に選ばれたのはどのボスなのか。それでは早速見ていきましょう。ソニックフロンティア最弱ボスランキング第1位はフォートレス。巨大な戦艦のような見た目をした守護神です。 BGM も激しいのでパッと見非常に強そうですよね。このフォートレスは4位のスパイダーと同じく今作の中盤エリアであるカオス島に登場するボスです。普段は空を飛び回っているんですが、フィールド上の特定の位置に立ち寄ると突然ワープしてきて戦闘が始まります。これ初めて見た時びっくりしましたよね。本当に何もない場所から急に戦闘が始まるので、最初は何事かと思いました。加えてこの見た目と BGM ですから、出くわした時はなんかヤバそうなやつ出てきたなと思ったんですが、このフォートレスはマジで弱いです。フォートレスの戦闘はまずフォートレスが落としてくる爆弾を避けるパートから始まります。そして爆弾を避けながらフォートレスを追いかけていくと5本のレールが出現するので、続いてはこのレールに飛び乗ってフォートレスを追跡です。フォートレスに追いついたらようやく本体を攻撃できるようになるので、ありったけの攻撃を加えて大ダメージを与えましょう。そしてある程度時間が経過するとまたレールパートに移行するので、再びフォートレスを追跡。この流れをフォートレスの HP を削り切るまで繰り返します。ここで皆さんにお聞きしたいんですが、ここまでの説明を聞いてなんか5位のスクイードと似てるなと思った方いらっしゃいませんか？実際その通りで、このフォートレスと5位のスクイードは攻略方法がほぼ同じです。どちらも最初はボスを追いかけ、追いついてから攻撃スタート、そしてまたボスを追いかけるという流れなので、基本的な攻略法はもろ被ってるんですが、このフォートレスは色々な理由で完全にスクイードの介護官になっています。まず第一に追跡パートの始め方がすごく簡単です。
スキード戦では最初に尻尾に乗るのがすごく難しいという話を先ほどしたかと思うんですけど、このフォートレスはソニックの目の前に5本もレールを用意してくれているので、何の問題もなく追跡パートを始められます。続いてその追跡パートについてなんですが、ここでは基本的にブーストというアクションを使って、ソニックを超ハイスピード状態にしてボスを追いかけていきます。ただ普通はこのブーストを使うとブーストゲージがどんどん減っていくので定期的にブーストを解除してゲージを回復させないといけないんですけど、なんとこのフォートレス戦ではこのような水色に光るレールに乗っている間、ブーストゲージが回復するんです。しかもこの光るレールは追跡パートの間絶え間なく出現するので、基本的にずっとブースト状態を維持したままフォートレスを追いかけることができるんですね。つまりなんでなのかはわかりませんが、フォートレスがソニックを助けてくれていることになるんです。そして極めつけはフォートレスに追いついた後なんですが、フォートレスに追いついた後はさっきも言ったようにフォートレスを一方的に殴る時間になるんですが、なんとこの間、フォートレスは一切反撃してこないんですね。スクイードは一応攻撃してきたじゃないですか。スクイードはスクイードでめちゃくちゃ攻撃方法少なかったりはするんですけど、それでも攻撃はちゃんとしてきましたよね。それに対してこのフォートレスは、ソニックからの攻撃を甘んじで受け入れるだけで、なぜか自分からは全く攻撃してこないんです。加えて体力もめちゃくちゃ少なくて、一度フォートレスに追いついたら確実に半分以上は削れます。攻撃力はある程度上げておけば、もう一度追跡パートに入る前に倒しきるなんてことも余裕でできちゃうと思いますよ。見た目はすごく頑丈そうなのに、もうゴリゴリ削れます、本当に。実際にフォートレスと戦った方なんかは、逆に削れすぎちゃってびっくりしたんじゃないでしょうか。このようにこのフォートレスというボスは、追跡パートはめちゃくちゃ追いかけやすいし、追いついた後は何もしてこない。加えて耐久値もめちゃくちゃ低いということで、似たようなボスであるスクイードの完全介護官だと言えてしまうんですね。ちなみに2位の忍者とどちらが弱いのかという点については正直かなり微妙なところではあるんですが、さっきも言ったように忍者は今作の一番最初のボスなので、ある意味弱くて当たり前なんですよね。対してこのフォートレスは中盤エリアのボスであることに加えて見た目はめちゃくちゃ強そうというギャップもすごいので、やっぱりソニックフロンティア最弱ボスランキング1位はこのフォートレスなんじゃないかと思います。途中からこの壮大な戦闘 BGM がギャグみたいに聞こえてきちゃいました。こんな強そうなのにすごく弱いのもはや可愛いですよね。すごいボロクソ言ってしまいましたが、個人的にこのフォートレスめちゃくちゃ愛おしいです。けなげに頑張ってるように見えてきて応援したくなりますね。ということで、ソニックフロンティアで最も弱いボスは今作1の見かけ倒し、フォートレスでした。ソニックフロンティア最弱ボスランキングいかがだったでしょうか。今回のランキングはあくまで私ケイティの個人的な意見ですので、皆さんが思う弱かったボスもぜひコメントで教えてください。また動画が気に入っていただけましたら、いいねやチャンネル登録もぜひお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。